皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の政治家の税金の無駄遣いについて取り上げていきます。昨日から今日にかけて、SNSX においては、奈良県 K-POP といった言葉が数多く拡散され、県知事の税金の無駄遣いではないかといった指摘がかなり盛り上がっているようです。私もこの話を聞いて、全く賛同できない税金の使い方だったために、ぜひとも皆さんにも知ってほしいです。地方自治体においては、お金がないと言いつつも、そのないお金の中からさらに無駄遣いをしているようでは、それはお金がいくらあっても足りないなと思えるような出来事です。それでは、どんなことにお金を使おうとしているか、早速記事を見ていきましょう。産経新聞の記事です。お金ない若者も大好きな K-POP に奈良知事2億7000万円で来年無料公演、疑問視も。こちらが奈良県の山下真知事の姿です。奈良県の山下知事は奈良公園で来年10月に予定する韓国の人気歌手らが出演する無料の文化交流イベントについて X でお金のない日本の若者も大好きな K-POP アーティストに生で接することができ交流を深められる、お金に代え難い価値が生み出されると指摘し理解を求めた。同イベントは韓国との交流を深める狙いがある一方、約2億7000万円の事業費について費用対効果を疑問視する声が上がっている。同イベントは来年に迎える日韓国交正常化60周年、再来年に迎える県と韓国チュンチョンナムドの友好提携15周年に合わせた9000人規模の無料コンサート。県の国際化によれば今年2月に東京都内にチュンチョンナムドの事務所が開設された際、山下氏も招かれ、その場で相手側の知事と開催を企画したという。山下氏は X で、当初は有料での開催を計画したが、国際的な友好親善という趣旨から無料の方が適切で、その方がかえって多くの支援も得られるだろうということになったと説明し、日韓両国の首相や大統領が誰になろうとも日韓関係を良好に保つには地方間や民間の交流は重要と指摘し、高い安いという次元だけで考えるべきではないと強調した。その上で企業などの協賛を確保したりボランティアを募ったりして県の負担する費用を少なくする努力はしていくとした。同イベントをめぐって約2億5000万円の事業費を盛り込んだ令和6年度一般会計補正予算案を審議した総務警察委員会では費用対効果を疑問視する声も上がり、日本維新の会などの会派が賛成して可決された一方、自民党会派も2人が反対に回った。補正予算案は16日の県議会本会議で採決される。山下氏は昨年4月の知事選で日本維新の会公認で初当選した。日韓友好イベントでK-POP アーティストを呼んで 2.7 億円かけて無料ライブをやる。この話を聞いた時にちょっと脇の話として押さえておきたい別のニュースがあります。天平祭も終了。奈良県の事業見直しでイベント廃止相次ぐ。奈良時代の天皇や貴族に扮した天平行列で知られる平城京天平祭が今年度で終わることになった。奈良県が奈良市とともに負担金を毎年出して開催してきたが、費用対効果の観点などから事業廃止の対象と判断された。天平祭は平城遷都1300年祭の翌年の2011年度から春、夏、秋の年3回開催されてきた。奈良市の平城京跡で華やかな天平衣装をまとった市民が練り歩く行列をしたり、平城京の市場を再現したエリアが設けられたりした。23年度の来場者は計約12万人。県の事業費は1億3500万円だった。県の平城京跡事業推進室によると、もともと1300年祭以降の賑わいづくりを継続し、平城京周辺の歴史文化的価値も広く知ってもらうことが目的だったという。だが、新年度の当初予算案を編成するにあたり、県は費用対効果や職員の働き方改革の観点からゼロベースでの事業見直しを全庁的に実施。その結果、天平祭の廃止が決まり、奈良市も同調した。山下真知事は2月にあった予算案の会見で、私も言ったが、出店に来たがっている家族連れやカップルがほとんどで、夏祭り的な趣旨の方が強いと思った。認知度が非常に低く、費用もかさむと廃止理由を語った。県では同様にイベント事業の廃止が相次ぐ。今後について山下知事は廃止した祭りに代わる新たなイベントを1年かけて検討すると説明。
税金を大量に投入しなくても自律的に人が集まるイベントを目指すという。奈良県が事業廃止を決めた主なイベントは、平城京天平祭が1億3500万円。その他いくつかが事業廃止を決めたそうです。まず、K-POP アーティストを招くこの無料ライブについては、2億7000万円かかり、しかもそれが1回限りのイベントです。ですから、次回という予定がそもそもありません。そのため、毎年のように開催している祭りと違って、この時期にはあれを見に行こうといった予定が入るような話ではありませんから、全く継続性はありません。そして、今回たった1回のイベントに対してこれだけの費用をかけるというのはちょっと尋常じゃないという思いがあります。しかもお金の回し方としてもこの 2.7 億円のうち 1.6 億円は会場設営費などに投じられるといったことであまり大きな投資効果は望めないものです。しかも無料で9000人を呼ぶといったような状態ですから、そもそもこれらのお客さんからお金を取らない以上、出したお金は全く返ってくるもののないこととなります。この後、協賛企業にある程度の広告出資料などを求めるとは思うのですが、それではとてもではありませんが、回収できるお金はほとんどないでしょう。そして今回の K-POP アーティストを招くこの歌手代についてなのですが、これについては相手側の行政の側がある程度費用を負担して、奈良県側の費用負担は一応ないとはされています。しかし、それであるならば私が考えるにはおそらく世界的に有名な韓国アーティストはまず来ないでしょう。行政の側が出すギャラで来るということはおそらくはこれから日本で売り出したいような若手のアーティストしか来ないと思います。金額面では大体そのあたりでしか落ち着かないでしょう。そうなれば奈良県知事の言うように日韓友好だけを前面に出したガラーンとしたお客さんの集まらない、いかにもお役所がやったんだなというのがわかるような大失敗のイベントになる姿しかちょっと想像できません。そして合わせて皆さんにお伝えしたニュースでもあったように、現在奈良県では新しい知事に変わったことによりイベントについての見直しを行っているところです。見直しを行うにしてもそれはわかるのですが、問題なのは基本コンセプト自体は間違っていないのにやり方で直せば良いのにというのが平城京天平祭です。例えば日本に対する海外からの観光客は今非常に多い状態となっています。そのために観光客が来すぎるオーバーツーリズム問題なども発生しています。ただしこの場合多くの観光客がやってくる場所というのが非常に限られていて、例えば東京、富士山、京都、大阪、そして冬になったら良質な雪を求めてスキー場などといったような形である一定の場所ばかりに人がやってきています。しかし日本の良さといった面では奈良は非常に古くからの歴史のある場所であり、再開発をしようと思ってちょっと地質調査的なものをやればあっという間に何かしらの遺跡が出てくるというような場所です。ですから奈良として何を打ち出すかという話をした時に古いものから売り出すというのは決して間違った狙いではありません。山下知事が持つべき問題意識というのは県民のみんなに K-POP アーティストを見せようではなくて、いかにして奈良の良さを世界へと売り出すかという点です。そのことをちょっと私の偏見ではなく数でちゃんと確認しておきましょう。2023年の宿泊統計の情報から都道府県ごとのインバウンド分析といった表が作られています。これは観光庁の宿泊旅行統計調査から出てきたものです。先ほど言った多くの観光客がやってくる場所、東京、大阪、京都、北海道、これが1、2、3、4位となっています。上位の4つ以降はどんどんと宿泊客が少なくなっていって、日本全体にまんべんなく観光客がやってきているわけではなく、非常に日本の限られた地域に海外からの観光客がやってきていることを示しています。東京は1975万、大阪は1000万人超え、京都も617万、北海道は446万、福岡330万、沖縄224万とずらずらっと上位が並んで、そして奈良は25.6万人となっています。近隣の大阪が1000万人超え、京都も600万人超えしている中で、その隣接している県である奈良が25.6万人、奈良の観光行政をしっかりと見つめ直さなければならない。
厳しい数字だと私は思います。奈良の観光施設として有名なところといえば、東大寺の大仏が最も有名でしょう。日本人自身も知っていますし、また海外にも鹿の公園として非常に有名です。しかし、逆に言えばそれ以外に何があるのかと言われた時に、ちょっと思い当たらないのが奈良の大きな弱点です。それゆえに大仏を見た後では奈良に宿泊せずに大阪や京都へと移動していってしまい、そのために先ほども示したような極端に数値の差が出るといったことが起こっています。ですから奈良の行政として考えるべきは、歴史が非常にあるこの奈良の観光資源をもう一度掘り起こして海外へとしっかりと発信すれば、もっともっと多くの観光客を望めるということです。少なくとも京都が寺社仏閣などを中心として海外に非常に強いアピール力を持っているのですから、奈良でそれが不可能だというのはちょっとおかしな話です。少なくとも奈良の良さを生かすには、よしお金をかけて韓国の K-POP アーティストを呼ぼうではないはずです。奈良の天平祭がちょっと地元の祭り的なものにとどまっているというのであれば、もっともっと国際的に認知度を上げられるように、むしろテこ入れを図る方向で知恵を絞るぐらいの方が良いですし、また毎年毎年といった意味で言えば、もういっそのこと日本一の桜が見れる公園を作るであるとか、紅葉が見られるものを作るであるとか、もういっそそのぐらいの振り切った政策を取るぐらいの方がお金の使い方としては未来への投資になるでしょう。また何も観光政策だけにとらわれず、いやもっといっそのこと子どもたちのためにお金を使ってほしいといったような地元住民のためのお金の使い方といったものも十分選択肢としてはあり得る話です。1回限りのイベントで 2.7 億円、しかもそれが日本のアーティストとも全く無関係の韓国のアーティストを呼ぶことに使われ、しかもその開催したメリットといったものがほとんどない状態では、それは批判されて当然だなと私には思えてしまいます。日韓友好を前面に出すというのであれば、もっとお金ではなく知恵を働かせる方向で考えを巡らせてほしいものですし、お金を使うのであれば費用対効果といったものはもっと思慮深くやってほしいものです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見終わった後はぜひとも評価ボタンのクリックをした上で他の人にもお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。